高崎です。今からハマスに人質に取られた方のご家族に直接お話を聞ける機会をいただきました。なので、実際にどういう気持ちなのかとか状況をですね、いろいろ聞いていきたいと思います。それでは聞いていきます。私の息子について話をする前に、この世界の偽善的なことについて話をしたいと思います。先週の水曜日、新聞に書かれていることがありました。イギリスがイスラエルへの供給を止める、この武器の供給を止める。もしこの赤十字が6ヶ月間私はここに座っていて、アルベリア6ヶ月私はここに座ってて、イギリスの首相は私たちのこの人質の状態を知る権利については何も話してこなかったのです。これは偽善ではないでしょうか。もう一つの偽善は、私は ICC に行きました。南アフリカ、ICJ インターナショナルジャスティスコートですね。国際裁判所ですか。イスラエルに対しての裁判ですね。国際裁判。ハマスの名によって、この検察官ですがは、この悲劇は10月の8日から始まったと言ったんです。10月7日のことを言わなかったのです。まるでこのイスラエルが戦争を始めたかのように言いました。では私は息子について話をしていこうと思います。この向かって左側が彼の息子さんですね、オムリ。すべての人たちは夜眠るときに翌朝目が覚めるかどうかは知りません。私は10月7日6時に起きました。そしてテレビをつけました。そして私はこのガザの状況を見ました。私はソーダマラに住んでいます。140年のこの北ガリラヤにある140年前に建てられた共同体です。私の息子はナハロースに住んでいます。私の場所から彼が住んでいるところまで5時間の運転、車で5時間です。
where my son lives, and the border is 700 meters. 彼が住んでいたところと、そしてこの国境までは700メートルでした。1キロもありませんでした。その朝、私はテレビをつけて、そしてその場所が映っているのを見ました。そして電話を取ってこのオムリに電話をしました。何が起こっているんだと聞きました。オムリは言いました。このもうお父さんリラックス、安心して、いつも同じことだから、このセントラルロケットがあって、それが飛んできているだけであって何も変わらないよ、いつもと変わらないって言いました。そして、分かったって言って、じゃあね、おめでとうって、このカリオの祭りの日でしたから、このカリオおめでとうって言って、そして電話を切りました。私はテレビを見ていました。テロリストがこのアパートに入り込んで、そして高齢者もこの子供も女性も犬もみんな殺しているのを見ました。私はもう一度息子に電話しました。オリム、あなたの住んでいるところ何が起こっているんだと聞きました。今窓から見たらこの器物がテロリストでいっぱいになっている。それが今見える。私の妻と娘を今安全な場所に入れた。私は武器を持ってない。この今台所に行ってこの2本のナイフを持っている包丁を取った。電話をしないでください。もうこの WhatsApp だけで連絡しましょう。この音が出ないようにしようって言いました。そして WhatsApp で連絡メッセージをし合いました。10時14分彼から最後のメッセージを受けました。今私たちは安全な場所に座っている。それが最後のメッセージになりました。11時今オムリどうしてるって連絡しました。答えはありませんでした。もう一度この連絡しました。オムリ答えてくれ、この心配してる。でも返事はありませんでした。この朝私がどのように感じたと思いますか？何がその時に起こったと思いますか？皆さんは答えを持っています。私はその時、私の息子も孫もまたこの息子の嫁ももういないと思いました。今コントロールできないことが起こり、そして私は泣き出しました。泣きたいと思いませんでしたけれども、涙がずっと私の顔の上を流れてきました。息子がいないだけではない、もう家族みんながいなくなってしまった。午後6時、この義理の娘のお母さんから連絡をもらいました。オムリの奥さんのお母さんです。このオムリは誘拐されて、イシャオと娘たちはイシャイと娘たちはこの怪我をした。私が言ったように11時から私はずっと泣いていたんですけども、6時まで私は泣き続けていました。実際起こったのは、この私が全ての人たち、この人たち全員を亡くしたのは、私の孫娘が生きている。私の義理の娘はこの生きていて、また息子も生きているということが分かりました。このお腹にこのナイフは刺されていたんですけれども、
生きているということが分かりました。 healthy, そして私はこの彼がこの体五体満足でこの生きていると信じています。何をするべきか、誰を私は助けることができるのか、弱っている人が誰か、それは私の義理の娘でした。この本当にひどいこのトラウマに襲われていました。この娘2人を、抱えて、そして私は彼女に会いに来ました。私の義理の娘はこの娘たちといる時にこの微笑んでいました。しかしこの誰かがこの2人の娘の面倒を見ている時、彼女は泣くことができました。そしてこの精神科に行って、そして取り留めておけました。そしてその月曜日、私たちは一緒に座る時間が与えられました。このキブツに行ってこの午後この散歩に出る時間が与えられたんですね。そして医者に言いました。義理の娘ですね。何が起こったか、午前11時から私が折り目と話した最後から6時まで、このあなたのお母さんから連絡を受けるまで、この11時から6時までの間に何が起こったのか教えてほしいと言いました。医者が言ったんですけど、5人のテロリストが一緒にこのキブツから誘拐した17歳の男の子と一緒に来てドアを開けるように言いました。この男の子がこのドアを開けてください、もしあなたがドアを開けなかったらこの彼らは僕を殺すって言いました。そしてアムリーはドアを開けました。オムリの家族を連れてこの隣人のこのサリーの家に連れました。16、7メートル離れている家ですね。そしてこのサリー、この隣人の家に入った時、この床にサリーの一番上の長女18歳がもう殺されて床に倒れているのを見ました。そしてサリーの家族は台所の床に座らせていました。オムリの家族も座らせられました。みんな裸足でした。このパジャマやこの軽い T シャツなどを着てました。このもう下着のような格好でした。11時から1時までその台所の床に座らされてました。2時間半。このテロリストのこの人質は1時半ごろこの男性は私たちと一緒に来るかあるいはこの全員を殺すかどちらからと言われました。このサリーとオムリに来るか他の人全員を殺すか。サリーとオムリは立って、そしてこの手を体の後ろで縛られて、その時は2歳と2ヶ月の孫娘がお父さんに向かってお父さん愛してるよと言ってお父さんの方に来そうになったので、このお母さんがその子を彼女を捕まえて、そしてまたこのオムリに対して私愛してるよってヒーローにはならないでって言いました。ですからオムリは生きている状態で怪我してなくて、そしてこの人質で連れて行かれたということを知っているのです。ですから彼がこの生きていて、そしてまたこの健康のまま帰ってくるように願っています。51日後初めの人質が解放されました。オムリをそこで見た、そこでオムリは生きているというふうに聞きました。そしてこの健康な状態でいるというふうに聞きました。無事にいると。ダニーは聞きました。ここまでで何か質問がありますかと聞いています。
I have a question. もしなければ私の方から質問があります。この終わってから後からこの家族のために祈りたいです。I have a question. 私は皆さんに質問があります。I told you that 私は言い I ました。 opened the TV that morning and I 私 saw は that the terrorists 朝テレビを everything that つけて、そしてテロリストがこの女性も子供たちもまた老人たちもみんな殺してるっていうのを見ました。しかしな the ぜ women and the children. なぜこの女の女性 These と women 子供 and たち children from か the story. 彼のこの今話したこのお嫁さんですとかこの子供たちがなぜ娘たちが殺されなかったと思いますか？ Why? How come? なぜですか？もっと痛みを与えるために。 Why? このご主人を連れていくことによってもっとこのそれを目の前で見せてこの痛みを見せるため。 もしそれが本当ならばどこの家でもそれをしたでしょう。なぜこのオムリの奥さんと子供たちだけが殺されなかったのか。私が話します。アフマディアスっていうのがハマスのこの創設者です。このテロの集団の創設者です。彼がハマスのこのチャットを作りました。このハマスがこの言う言葉をですね、それを作ったのです。このユダヤ人がユダヤ人であるというだけで殺すと書かれています。その日このテロリストがしたのはユダヤ人を殺すということでした。コーランに書いてあるんですね。ユダヤ人を殺すということが。この戦争に行ったら木は殺しません。木は切りません。女性を殺しません。この少年は殺しません。まだこの若い青年たちは殺しません。子供たち。コーランにはそれを殺さないというふうに書いてあります。戦いの場ではそれらを殺さない。おそらくオムリの家に来たテロリストはサーリの家にいたのはコーランの教えを信じていたので、そのこの書いてあることを信じていた。ハマスのこの唱えているこの言葉、これを信じていた。だから殺さなかった。誰がハマスですか？ハマスは何ですか？ハマスは何かしていますか？テロリスト集団です。32,000人います。ガザにはこの50万人の人がいます。
אנחנו חילקנו אותם לשניים. יש את חמאס הטרוריסטים ויש כל תושבי עזה שהם בלתי מעורבים. So you have the 32,000 terrorists. 3万2000人のテロリスト Civilians that are not they're not involved. 加わっていない、この一般の人々がいます。 חשבנו שהם בלתי מעורבים. אנחנו קודם כל נתנו להם עבודה בישראל. We gave them work here in Israel. כאשר בעזה נתנו להם, And in Gaza, ガザには נתנו להם 50 שקל ליום, ובישראל הם קיבלו 350 עד 600 שקל פרנסה. so in Israel they make more money イスラエルで彼らは than Gaza. もっとお金を אלא כל יום お金を作って היו תושבים בעוטף עזה, לוקחים תושבים חולים. Every day those people that were living in the envelope of Gaza used to take of the sick people from Gaza and brought them to Israelis hospitals. They used to need so many good things. 彼らはこの Work 病気がガザの病気の人たちをイスラエルの病院に連れてきたりしています。私たちは彼らも助けています。一般の人々ですね。 טוב. ガザに住む人々とこのハマスとのこの別々のことを言ってます。 We need it. Tell them we need it. 祈りたいと思います。祈りが必要です。 このハマスの襲撃があってから特設された会場でしょうか。ここには洞窟のようなものがあります。これはハマスの地下通路ですね。これを模倣して、私たちが体験できるように、この拉致被害者がどのような感情でいるのか、それを体験できるようなそのような洞窟が仮設しておられています。中はかなり狭いですね。このように仮設のトンネルが掘られていて、私たちがこの様子を体験することができるようになっています。そしてこのイエローのリボンが今回のこのテロに対しての姿勢を示すものだということです。このようにたくさんの方がこの会場に集まっています。やはり実際のご家族の方の話を聞いて本当に深い悲しみが、伝わってきたんですけど、もちろん一刻も早く人質が全員無事で解放されることを願うばかりです。そのハマス結構ですね、殺人を楽しむみたいなところがやっぱある。普通の殺し方ではないというか、殺すことだけが目的っていうよりはすごく残忍なところもあるので、やはり心配ではありますけれども、いろんな各国にも働きかけたりしているそうなので、それを受けたいろんな国や団体が動いてこの問題の解決に一刻も早く向かうことを願います。以上、ここはテルアビブから高崎でした。